それでは前半はですね、富山さんと、昭和さらには近代まで遡ってですね IGPI の歴史を振り返りましたけれども後半はまさに IGPI グループが今後どんなことにチャレンジするかということをテーマにですね、後でちょっとご紹介しますけどまたさらに歴史作るぜみたいな話をですねお話をさせていただきたいと思います、よろしくお願いします。割と内外から聞かれる質問として IGPI グループは何をするんですかみたいな、なんかちょっと言い方悪くするとなんかわけわかんねえじゃんみたいなやってることがねちょっと覚えにくいと一見でそういろんなことやってるんでなんですけどだから実はやってる側は全然そういう感じなくて、一貫してるんですね、一貫してるのはだからパーパスですね。要は経営と経済に新しい時代を切り開く、でそのための人とお金のプラットフォームっていうのが、だからインダストリアルプラットフォームなんですね、名前がね。っていうことなんで、全く一貫してると思うんですけど、現象面で言っちゃうとですね、今3つぐらいのことをやってるんですね。で1つはコンサルティングですね。だから要は会社を変えていくっていう仕事をしてますと。でそれからインキュベーションということで、そういう新しいスタートアップなり産業なりを起こすってことに、いろんな形で関わってますと。それからあと実際経営に実際買収して経営をするっていう、これは今自分が担当している JPIX っていう会社がそれをやってるんですけど、こういういろんな形でいろんなことをいろんな形で経営に関わってるんですけど、通底しているのはとにかくそれぞれの産業とかそれぞれの事業領域、あるいは機能領域で、要はヒストリカルチェンジをしちゃいましょうっていう、要するに歴史的な古いパラダイムを新しいパラダイムを持っていきましょう、昭和なものが残ったらとにかくそれはもう不適切だということで、とにかく令和に持っていくということをやっていく感じなんですね。なのでそういった意味で言っちゃうと、今後も多分今のところこの三類型がそういうだから経営の世界、経済の世界にある種歴史的な転換を促す、要するにこれアプローチ、メソドロジーとしてはこれがあるので、これをさらにやっていくってことだとは思ってるんですけど、そのどういうふうに見えてます？ありがとうございます。近くで近くで私もシニアエグゼクティブフェローになってから3年近くなってんで、以前よりも近くいろんな見させていただいてますけど、まず前半のつなぎで言うと、やっぱり共通してるなと思うのはやっぱりなんか新しいそのエコシステム、つまりもうちょっと広げて言うとIGPI がビジネスとしてなんか個々のプロダクトかサービスを売りますっていうことだけじゃなくて、全部 IGPI グループがやるかどうかは別にして日本にあるいはグローバルとつながりながらあった方がいいようなエコシステムを作る、それを支える人材を作るっていうのはずっと一貫しているように思っていて、例えばアタックみたいなものっていうのはまさに産学連携の世界で、産学連携ってこれも怒られちゃうかもしれないけど、昔から部門はあるんだけど、全国大学たくさんあるのでそれが全部うまくいってるかってやっぱりそうはならなくて、それを支えるためのそのエコシステムっていうのは作んなきゃいけないし、さらに言えばその先にはそれがさらにグローバルにもつながるようなことにチャレンジしないといけないっていうのはずっとやっておられるんだと思います。それからさらに昭和を超えて未来にっていう言い方をすると、実はここに勝手にオプティマイズからエボルブって、進化って意味ですよね、っていうのを話を書いてますし、ちょっと複雑性コンプレックスみたいな話も書いてるんですけども、IGPI の例でいうと面白いなと思うのは、これ実はそういうこのエボルブっていうのを日本語で言うと伝えやすいのはあれなんですが南紀白浜の空港の運営会社やってる岡田さんが言ってた、彼がたまたま南紀白浜空港のことを空港を超える空港って言ってたんですね。僕それすごくいいなと思ってて、それは何かっていうとエコシステムを作るだけではなくてっていうか作ると同時にそれ自体がまさにその進化しちゃうっていうのが起こってて、それはすごく面白いなと思います。でもう一つこれ富山さんに本当語っていただいた方がいいんですけど、それこそ外部の人間が抽象化して言うとってことなんですけども、
今もちろん全国的に話題の道のりですね、もうなんか見てるとあれってやっぱりバス会社なんだけれども、結局ダイナミックルーティングみたいなのを使うと当然どんどん進化していっていて、でそうすると、ダイナミックルーティングって、ご案内通り、AI の技術なんで、つまり何が伝えたいかっていうと、次のやっぱり今 RGPA が起こそうとしてることは、もちろんエコシステムを作ってるんだけども、さらに場合によって必要な範囲ではそういううまくデジタル技術も使いながら、ただ単に使ってるだけじゃなくて、使ってる使い手であるバス会社自身がまさに進化する、バス会社を超えるバス会社になるようなことってあちこちで起こしてるな。しかもそれが起こると、それがさっきの話なんですけども、これってまさに歴史を変えようとしてるんで、さすがに歴史を変えるのって当然 RGPI グループ今JPIX 入れても1万人はまだおられないんですよねと思うので、さすがに数千人で全部やるぜ、世界全部変えるぜってちょっと人数的にちょっと足りないので、やっぱりなんていうかな、他の人が別に担ってくれてもいいから、それの起点を作ろうとしてるっていうのはすごくいいことだと思うし、ちょっと他の会社にはないことだと思うし、多分私以外にも例えばシニアエグゼクティブフェローの方っておられますけど、ここに来ておられるもともと外部の方っていうのは、そういうなんか、私と表現は違うかもしれないけど、そういうふうには感じて来ておられるんじゃないかと思いますですね。だから結構だからいろんな条件変わるじゃないですか。人口が減るっていうものもそうだし、今地政学的に全然またフレームワーク変わっちゃってるのもそうだし、環境なんかもそうです。だからいろんななんか人間とか社会を取り巻くいろんな要素がどんどん変わっていく中で、当然変わるっていうことは大体昔のなんかエコシステムはワークしなくなる場合がほとんどなんで、それを変えなきゃいけないんですね。なんだけど当然のことながら古いシステムの中で経路依存性ができてますから、大体常識のある人ほどそんなの変えるの無理ってなんですよね。日本大学が金儲けするなんて無理みたいになっちゃうんだけど、でも歴史の必然として金儲けしないと持たないじゃんって考えるとそうなるんですね、きっとね。でなるんだけど、誰がその起点をある種のパリティをブレーク壊さなきゃいけないんで、多分そういうことをやっていくっていうのが今までやってきたことだし、これからもやっていくことなんだろうなと思ってます。ですから古い常識に挑戦してるんだけど、それってなんか非常識なことをやろうとしてるんじゃなくて、新しい常識を作ろうとしてるので、別になんか無政府主義じゃないんですよね。そういうのはちょっと違ってて、あとは野たれ山たれ革命家ではないので、その先をどう作るかってことが多分鍵になるのと、あと今言ったテクノロジーで言っちゃうと、さっきのダイナミックルーティングがその典型なんですけどね、一つの昭和のモデルの日本の社会の悪い癖として、イノベーションをやろうためには自分でね発明しなきゃいけない症候群ってあるんですよ。なんかイノベーションでインベーションがごちゃごちゃになってて、で要するにパクって使えばいいんですよね。でイノベーションというのはむしろ社会とかそのエコシステムを変えることをイノベーションっていう本来の意味なので、だから技術イノベーションって言っちゃうとなんかみんなねもう発明だと思って、また研究室にこもっちゃって、よくわかります。であれもだからちょっと昭和のモデル脱却しなきゃ僕やばいと思ってるんですけどね。まさに症状局にいたから。いやそうなんです。それもね2010年前後に言ってたんですけど、私も日本人は基本的にトーマス・エジソンの電気の読み過ぎだとずっと言ってて、彼は非常に例外的になんかフィラメントを見つけて電球作ってるだけじゃなくて、最後テレビとか電力会社とかみんな作っちゃうんだけど、でもそういうのって別に300年いて世界に何人いるかって話で、それを目指しても無理だから。で今の富山さんの話に近づけると、当時今のお話をある種向きを逆に言うと、発明を発見するっていうふうに言ってて、発明は誰かしたらいいんだけど、それを使う、まさにダイナミックルーティングを日本のバスで使うって発明を発見してるわけで、両方とも価値があるわけですよね。もちろん発明には価値があるんだけど、それだけじゃ何も変わらないので。そうなんです。だからこれ実は今流行りの両利きの経営、チャールズとこれまずUC サンディエゴでユーリケ・シェーデ先生が知り合いになって、でご主人のチャールズの知り合いになったんだけど、まさにそこに僕ね、これってね日本で大事な、要するに彼の両利きの経営の議論ってイノベーション軸は探索なんですよ。あそこに開発とかそういうことは使わない。そうですね。日本人が書いたら多分縦軸ね
開発になっちゃうんですよ。研究とかね。そう研究開発になっちゃうわけで、探索ってことはまさに発見でしょ、発見が大事なんだっていうので、ね、ピンときてね、これはこの本は、書いてる途中から僕ずっと実は一緒にやってる書かせたんだけど、いやこれは絶対日本で流行らすべきだというか、普及するだと思って一緒に持ってきたんだけど、だから結局今なんと結果的にね、領域の経営がすごくブームになってて、今度ユリケ・シェーデ先生の多分前の意味戦略というかコンプレクシティの話っていうのは多分これから必ず日本で多分入ると思うんですよ。これ稼ぐ力と直結するから。なんだけどここも一緒で、人間っていろんな出会いがあるじゃないですか。でいろんな偶然があるんだけど、そのいろんな出会いとか偶然はまさに西山さんとの付き合いもそうなんだけど、歴史的コンテクストでなんか位置づけられるかどうかってことを考えるのって大事なような気がしていて、でそれが実はイノベーションの道な気がするんですよね。いやいや本当に思います。今、言っていただいた方から言うと、本当に探索ってすごくキーワードだと思ってて、もちろん進化もそうなんですけど、探索のに寄せて言うとさっきの AI って結局今の生成 AI って何してるのかっていうと、探索してるんですね。つまり何ではないかっていうと、ルールを記憶してるわけじゃなくて、こうなんか何回もデータを読むと、これが人間が気に入る答えらしいみたいなのと探索してるのことを繰り返してるだけで、探索を繰り返した方が多分、さっきのあり方で言うと、さっきの富山さんの話に結びつけると、実はコンプレックス複雑なことができる。つまり対比的に言うと、コンプレックスなことをするときに何をしてはダメかっていうと、過去の知識とかルールをいくら覚えてもできないんですね。で要するにそういうことで試行錯誤しないとできないので、試行錯誤って要するに探索のことなので、だから今の AI の時代にその探索っていうのはすごくあれだし、大事なキーワードだし、さっきの話に近づけて言うと、多分 IGPA がやろうとしているのは、 IGPA はもちろん AI の開発そのものをやってるわけではないんで、ただそういうものを使おうとすると、その使う側も探索しないと、単にそれがさっきの道の話もそうで、〇〇を超える〇〇の話なんで、松尾研との付き合いって意味でね、松尾研のあそこにいるすげえ頭のいい人たちで、探索の実は窓なんですよ、僕らからすると。そうですよね。こういうこと起きてんだ、こうなって、また松尾さんそういうの一般言語化するの上手なんで、多分そういう話の一つなんですよね、きっとね。だからそこはすごく大事だなと思ってるのと、それとあと実はね、なんかもともと日本企業ってコンプレックスなこと得意でしょ、だけど多分ね、その探索領域が今まで工場の中だけだったんですよ。そうですね。工場の中だけ、会社の中だけで実は改善改良複雑なことをやってるんだけど、今の時代って広げなきゃダメなんですよね。広げて探索を繰り返して、試行錯誤を繰り返して複雑なものをなんか仕上げていくのは多分日本の会社のこれから生きる道なんだけど、となるとやっぱり閉じてるモデルダメですよね。そう思います。だからね、新卒一回採用だってやめた方がいいって、そんなことになんとね、日立の中西さんが気づいちゃうってわっと言い出しちゃったんだけど、あれ結構本質ついてると思うんですよね。そうですね。いや、それでまた戻ると、これもまさに前の海戦略の話にすると、僕だからぜひ富山さんとともにシェーデさんの言われてることを正確に経営者に伝えたいと思うんで、まさに前の海って技のデパートじゃないですかって言われますよね。何ではないかっていうと、製品のデパートじゃないんですよね。で普通会社を表現してくれっていうと製品のリストで書いちゃうので、出来上がったものになっちゃう、だけどそうじゃなくて、本当に力があるのは、組織能力って言ってもいいんですけど、要するに技の、つまり探索する力が大事で、それを使って、なおかつ足りないものはまさにオープンにして使うところでどんどん競争が起きていて、その中でまさに日本企業がもうずっと持ってた技で使えるものも当然あるんだけど、でもそれは技として見ないと、技を使って作ったこれですって言われちゃうと、それではないでしょ。だから稼げない商品にいくら技をつぎ込んでややこしくしても値段高くなるだけで全然稼げないんですよ。今のテレビとかそうなってるんだけど、そういうことですよね。だから結局この問題ってまた戻っちゃうんですけどね、結局そうするとまたルーツ構造の問題があって、日本の会社のモデル、ガバナンスのモデルって、だからやっぱり相当変えていかないと、普通にやってっちゃうとそうならないでしょ。ならないですね。やっぱりテレビを大量生産すること予見として物事が始まっちゃうから、ここはやっぱりだから引き続きね、ちゃんとやっていかなきゃいけないなと思うのと、あとあれですよね、ガバナンス改革やってると思うのは、その
会社とさっき言った周りのステークホルダーの関係性、でこれも含めてリデザインしないと、要するに昭和のモデルってやっぱりそれも含めて出来上がっちゃってるんですよ。まさにこれこそ青木先生の有名な本になっちゃうんだけど、そうなんでだからここはやっぱり今後もあれですよね、変え続けなきゃいけないし、でやっぱりその一番鍵になるのは結局はそのどういう基準、どういう経営者が選ばれ、どういう経営者が信任され、逆にどういう経営者は途中で首を切られちゃうのか、でこれは実は企業再生も同じなんですよね。あれも結局経営者交代のメカニズムなので、だからそれもちゃんともっとダイナミックにしていかないと、やっぱりそれはうまくいかないなと思ってるので、今 JPIX の仕事っていうのはローカル企業を中心に買収していくっていう仕事なんだけど、実はこれ経営者に残ってもらってる場合の方が多くて、それはだから有料企業を買収する場合、むしろその経営者の能力に僕らは張ってるというか、それに期待して買収をして今の経営者と一緒にもっとその事業を広げていこうっていうモデルもあれば、ちょっと残念な会社を買収して経営者を変えるってケースもあるんですけど、結局やっぱり鍵になるのは経営者とその後に続いていくコーポレートトランスフォーメーション、会社の改造、もっと言えば場合によっては道のりなんかそうなんだけど、ああなっちゃうと IX ですよね、インダストリアルトランスフォーメーション、産業構造を変えちゃおうってことになるので、そういう意味で言っちゃうとまだまだやることは世の中に5万とあるなって感じしてるんですけどね。いや本当にだからもちろんエボルブっていうのは言葉上当然そうなんですけど、進化するとまた進化しなきゃいけなくなるっていうふうに必ずなるので、それを残念ながらと思うか、だから楽しいと思うか、そこはちょっと分かれ目で。残念がある人多いんで、ただ残念ながら終わらないので、終わるってことは何もすることがなくなるってことなので、あんまり楽しくない状態だと思いますね。で結局残念がある人って多責になっちゃうじゃない、人のせいにするんですよね。一時期あった50区60区論、なんか為替のせいだとか言ってましたね。言ってました。で当時はもう円高なんとかしろって言ったわけですよね、某どっかの経済団体の人たちは要望書に書いてあるでこう来たら今度円安なんとかしろって言って、あんたたちどっちなんですかってことになっちゃうんで、あとあれだよな、日本のそのなんか解雇規制がどうじゃるとか、法人税が高いとかいろいろ言ったでしょ。言ったけどあれ結局関係なかったですもんね。ある意味アベノミクスで全部解消したんだけど何も変わんないんで、だから結局変わりたくない人はすぐ人のせいにして最後政府のせいにするんですよね。でお前ら民間企業だろうと何言ってんだってずっと当時若手財界人と呼ばれていた時代には、財界の中で一人で暴れてたんですけど、気が付いたらもうこっちもいい年こいていやでも本当にある意味でだから今すごくいい時代だなと思うのは、ようやく完全ではないかもしれないけれども昭和以来のモデル組織原理はかなりなくなって、あるいは多くの人がもうここまでだなみたいな風にもう変わらなきゃいけないなって思ってるのと、そこにさらにその AI みたいに全く新しいテクノロジーが来てるので、それも含めてもう変わらざるを得ないっていうにはなんかかなり多くの人が気づいてるんじゃないかなと。どうやったんですかね、明治10年ぐらいまで来ましたかね、西南戦争ぐらいまで。そうですね、それぐらい来てるかもしれないというのもあります。それからせっかく私も IGPA のあれを言っておかなきゃいけないんで、私土山さんの今日の話も含めて聞いてて改めて思いましたけど、私今 IGP におられる方も含めて行政官時代、自分で言うのもおかしいんですけどすごいいい職業人生だなと思ってて、振り返ってですね、僕のキーワードの1個しかなくって、結局面白いことは面白い人の周りでしか起きません。もうこれは僕はっきりしてると思っていて、で面白い人と一緒にいないと面白いこと起きないので、あるいはでももっと言うと自分もちろん面白い人にならなきゃいけないので、それはすごく大事で、はっきり言ってその肩書きとほとんど関係ないです。もちろん肩書きあったか便利なものもあるんだけども、ただ何が大事かっていうと、面白いことは面白い人の周りで起きるっていうのはもう多分それ以外のことを見たことがないので、普遍の原理がな、それはぜひ皆さんこれから仕事されていく中でですね、大事にされたらいいんじゃないかと思います。結局だからあれですよね、今のうちのパートナーもそうだし、シニアエグゼクティブフェローもそうだし、あとアドバイザリーボード、そうですね、結局あれなんだかんだ言って似たようになって似たように面白い人たちばっかりもちろん顔形みんな違うんですよ。同じ顔の人がいるわけじゃないんですけどじゃないんだけど、結果的にこの20年30年、ある種なんか革命戦争やってきた連中ですよね。
それぞれの立場ですげえ大企業の人もいれば全然違う芸術の世界の人もいるんだけど、結局みんなそこはなんか面白い人の周りで確かに面白いことが起き続けてきたんでしょうね。でもそれは今後も変わらないですよね。それは変わらないと思うんで、だからそういうことはこの IGPI にいるみんな若い人含めて、どれだけ皆さんが面白い人になれるかっていうことあるいは面白い人がここに集まってきてくれるのかっていうのは多分これからもう大事なんでしょうね。それとあと AI とかがねあれだけ賢くなっちゃうと余計そうなっちゃうんですよ。いわゆるお勉強できてるけどつまんない人が一番 AI に置き換わっちゃうんですよ。そうですね。要するに分かりきった正解にたどり着くのは絶対早いので、やつらの方が早いので、だからそれって結構逆に言うと人生も今後辛くなるけど飯食えねえんじゃないかって逆に心配しちゃいますよね。だからコンサルティングの仕事も自分はだから新卒最初コンサルティング入ったんでね BCG に入ったんだけど、どうも見てるとねなんかねかなりの部分置き換わっちゃうんじゃないかと思って。だからそうなっちゃうとその先でしょ、結局その先で面白い問いを立てられるか、プロンプトができるかっていうその能力だし、で当然面白い問いっていうのは正解がないから、いろんな選択肢から選ばなきゃいけないんで決めなきゃいけないですよね。だから問いを立てること決めることっていうのは最後で入り口と出口が残るので、これができる人たち大体面白い人でしょ。そうなんです。それもまた広げて言うとこれは人によって言い方が違うからあれなんだけど、IGPI のそのまさに8つの問いと関係していると思うんですけども、私も自分が役所の時に一応自分もシニアになってくると後輩にね言うじゃないですか、こういうふうにやったらしいことみたいなこと言うんですけど、必ず言ってる必ず一言目に言っていることは何かっていうとともかく常識を疑うと、それを必ずしろと。で特に役所の場合結構いいことだけではないので移動が多いので、例えば全く新しくそれこそ電力の担当になったとするじゃないですか。でありがちなのはいや自分も詳しくならなきゃいけないと思ってすごい勉強する。古い常識すごい勉強。いや別にでも勉強してもそれは相手の方がどう考えても詳しいわけでそんなのいいんだと適当に2週間ぐらい勉強したらいいんだけど、それ以上のことは言わなくて、あとはなんかね相手の人がねすごい前提にしてることが必ずあるはずだと。問いもしないような前提があって。乱暴に言うと日本の場合大概それがおかしいからそれがおかしいって言えと。でそれがおかしいって言った途端に多分そんなこと考えた人はその業界にいないので、あなたが一番リードできるしっていうちょっと乱暴に言うとそういうことで、なんかねそういうことは多分 IGPI としてさっきの8つの問いとも関係していると思いますが、多分言葉遣いは一緒じゃないかもしれないけど大切にしておられるようにも思うし、だから心が自由ってそういうことですから。そういうことですよね。そうなんです。だから地方創生でもね、なんで地方から若い人がいなくなっちゃうんだって議論すると仕事がないからだってね。だけどめちゃめちゃで一方で今どうですか人手足りないって矛盾してませんかさっきの言ってること。だから要するに地方に仕事がないっていうのも前提の常識にしちゃってるから、おはようございますみたいな感じで言わなきゃいけないから平気で矛盾したことをみんな言っちゃうし、多分思考がそこで止まっちゃうんですよね。なんでこういうことで特にこういうなんか変転期っていっぱい起きまくりますよ。多分そこはやっぱりそこに疑う癖つけとかないと生成 AI に駆逐されますよね。だって生成 AI の方が絶対基礎の常識をよく知ってるので、だからそこはそれとあとちょっとうちの中で言っちゃうとね、さっき言った GTEL でいうとグローバルモードの仕事とローカルモードの仕事両方ともあるじゃないですか。でそういう意味で言っちゃうとね、これってすごく大事な多様性だと思ってて、やっぱりグローバルモードになればなるほどそのなんつうのかな常識ぶっちぎり感が強烈なんですよ。なるほどね。とにかくその世界って多様性あるし、違う常識がいっぱい混在してるので、だからぶっちぎりモードがすげえきついんですね。だからそういう意味で言うとかなりすげえ自由じゃないとしんどいところがあって、でもスペクトラムで得意不得意ってあるじゃないですか。だから改善改良的なものをコツコツやるのが得意な人と、かなりもう要するにガラポンというかこれがひっくり返すのが得意な人っていて、で自分はどっちも比較的できる方で、どっちかというと G モードの人なんだけど、割とねどちらかというとより多くの人が活躍できるのって割とローカルモードな場合が多くて、っていうのはこれはどちらかというと改善改良の延長線上に割とイノベーションが生まれる場合が多いので、だから多分 IGPI としてみると、どっちにしても常識を変えていくゲームをやってるんだけども、多分この両方あるっていうのはすごく大事な多様性だと思ってるんですよ。だからうちに入ってくる人も
多分最初はね例えば生成 AI に騙されないためには生成 AI がやってることを一応通過体験的にやることは大事で、そういう意味じゃねコンサルティングの仕事って実はすごくいいんです。ファクトとロジックである結論選択肢を見出すところ、だからそれは自分のその訓練を散々っぱらキャリアの前半20年やってたんで、そこがないと要するに前提切り替えてもロジック組めないんで、だからそこは大事なんだけども、でもその先のゴールとしてはその先のキャリアだから、もうコンサルティングを極めるって人も、あるいはアドバイザリー極めるって人もいてもいいし、それから要は実経営の世界、投資家の経営の世界に行って、それはベンチャー支援もそうなんだけど、あるいは既存企業を塗り込んでって変えるっていうのもそうなんだけど、両方ともあってもいいと思っていて、でその中でいろんな人の多分なんつうのかな、人材のプラットフォームになれるようなそういうポートフォリオになってきたんで、みんなそれぞれにあれですよね、いろんな道を目指してもらったらいいし、で僕らはまだ気づいてないフロンティアこれから出てくるので、そういうところにどんどん挑戦してもらっていったらいいかなと私は思ってます。ではずっと過去の歴史未来もずっと議論してきましたんで、ここで最後にですね外山さんから、IGPI グループ全体を見回してぜひ一言お願いいたします。結局例えば IGPI グループって、最初に人ありきなんですよね。なのでおそらく戦略も組織も人に従うんです。ということはその時々その時代時代の分かりやすいパートナー、あるいはそれに近い、ひょっとするともっと若いやつでもいいんだけど、その人たちが、今日みたいな感じでどう歴史を変えたいか、で大体ね歴史を変える仕事って大体ビジネスにちゃんとなるんです、競争密度低いんでね、ここでやってないから、でやっぱり収益の一番の根源は、競争が少ないなので、そういうフィールドをみんなそれぞれどんどんやっていったらいいし、でプラットフォームとしてはそれを応援するような組織体であり続けるべきで、だと思ってます。ですので多分これからもローカル国内、それから海外、それからスタートアップから確か再生まで、だから企業のライフサイクルでいうともう全てのライフサイクル、それから地域でいっちゃうとグローバル、それから産業も多分これ結局全部の産業入ってきちゃうんで、産業分野を問わずそういう新しいフロンティアを切り開いていくような、あるいは変化のチェンジメーカーですよね。チェンジメーカーになっていくような仕事をみんな好きなようにやってもらえばいいかなと思っているので、今ここまで十数年間起きたいろんな変化とか新しい探索があるんですけど、またさらにこれをどんどん探索領域が増えていって、でまた探索領域をこれは確実に今度は収益化して、今度は進化深めていくっていうエクスプローレーションもちゃんとやるっていう、まさに全体としてダイナミックな領域経営がついていくってことを私としては期待してますし、必ずそうなるんだろうなと、今の、若い人たちを信じるならば、信じてますね。今日はいろいろ話をさせていただきましたけれども、いや本当にIGPA っていい意味で私すごくユニークな組織だと思いますし、多分私を含めて IGPA とお付き合いのある人たちはみんなそう思ってると思います。なんで私もシニアエグゼクティブフェローの立場を利用して結構IGPA のグローバルな拠点を勝手に訪ねていったりするので、なんかぜひ直接訪ねるのは難しいかもしれませんけど IGPI グループの中の人もぜひそういうこともやられたらいいと思うし、やってる中身は全然違うんだけれども、まさにさっき富山さんのあれで言うと、その G と L でもちろんいろんなある種のレベル感があるので、同じことをやってるわけじゃないんだけども、でもやっぱりなんか共通してるところ、まさに探索をしたり、私が言うと常識を疑ったりしてるところってあるので、それを多様な分だけいろんなレベル感で経験できる、共有できるっていうのはやっぱり IGPA のすごい強みだと思うので、ぜひグループの中の方はシニアエグゼクティブフェローだけにうろうろさせるのではなくて、いろんな全然一見関係ない仕事も見に行かれたらすごくいいことがあると思いますんで、そういうことをしながらですね、ぜひ皆さんもその面白い人たちがこの人こいつ面白いなと思えるような人になっていただけるとですね、あとかなり変わったやつだなというふうになっていただけると、さらに良い IGPI グループになるんじゃないかと思いますので、それを期待して以上締めくくりにさせていただきます。どうもありがとうございました。